皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。美少女とメカの融合を楽しみたい、そんな美少女&メカマニアの皆様朗報です。今回は 3D 美少女陸海空メカ RPG エタクロニクルの単独紹介となります。このタイトル、昨年21年10月に軽く紹介したのですが、当時は情報も少なく日本配信も未定だったのですが、なんと先日日本先行配信の情報が公開され、さらに YouTube 広告や Twitter でのキャンペーンなどプロモーション展開も開始され、22年度中にリリース予定とのこと。そんなエタクロニクルはどんなゲームなのか紹介していきたいと思います。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。まずパブリッシャーですが、ビリビリよりリリース予定。開発元がちょっとわからなかったんですが、ジャンルは 3D 美少女陸海空メカ RPG ということで、機動兵器エタに登場した美少女たちを率いてさまざまな戦場に身を投じることができる内容となっております。当時紹介した時は TPS 視点のシューティングと思っていたので、この陸海空とさまざまなフィールドでどういった操作性の戦闘が繰り広げられるのか楽しみにしていたのですが、なんと公開された情報ではリアルタイム RPG。 映像を見る限りだとなかなか想像しにくいかと思いますが、この辺については後ほど紹介したいと思います。世界観ですが、やはり中国といえば SF 要素を含んだもので、資源をめぐる絶え間ない紛争によって荒廃した近未来の世界が舞台。もはや中国お家芸ともいえる SF とデストピアの融合。日本では全くと言ってよいほど SF ブームは来てないのですが、中国では3体という SF 小説が世界的にも大ヒットしたことにより SF を題材したタイトルが多くなっていて、これからリリースされる話題のこのタイトルやこんなタイトルも SF 要素がふんだんに取り入れられていますよね。それだけ中国では SF 人気が高いことが伺えます。ストーリー概要は国家権力が財閥にとって変わった近未来。その中でもユグドラシル社は他の勢力を出し抜いて特別なテクノロジーを独占。その結果他の勢力から脅威とみなされ宣戦布告される。各勢力が独自に特別なテクノロジーを入手し、新型機動兵器エタを開発。ユグドラシル社の独占体制打破に向けて長きにわたる戦いが始まるとのことで、独占企業対それを許さない各企業の戦い、これはどことなくアーマードコア的な匂いがプンプンしますね。そして戦闘は陸海空フル 3D による臨場感あふれるリアルタイムバトル形式で、ちょっとこの辺考えたんですが、基本オートで攻撃を行いつつ戦闘画面を見る感じ、左側にキャラ操作用の仮想コントローラーが表示されており、キャラを操作しつつ各種武装をタップすることで特殊攻撃が行われていく感じですかね。さらに一定時間経過することで各キャラのスキル発動が行えそうな印象。アクションしたような感じではないんですかね。ちょっと待ってくださいよカレンさん、あなたの目は節穴ですか？これもしかしたらベンチマークになっているタイトルはベルベットコードやブルーオース、もっと言っちゃえばカンコレなんじゃないですか。はい、ごめんなさい、節穴でした。 PV は TPS 視点に近いのでちょっと分かりにくかったのですが、 UI の配列や映像を見る限りだとかなり過去にリリースされている艦隊ものに近いので、ベルベットコードやブルーオースがベンチマークになっている可能性はありますよね。もっと言ってしまうと、この2タイトルを足して2で割ったような感じでオリジナリティ出してきているような印象ですかね。なのでたとえフィールドが変化しても操作性に変化はない感じですね。また近距離遠距離のメーターらしきものもあるので、武装によって効果が変わってきたりするんですかね。PV 見てるとブレードでの近接攻撃などを行っているのですが、対応した UI が見当たらないんですよね。これはあれですか、オートでの攻撃なんですかね。 PV だけだとどの程度操作が必要となってくるのかが分かりにくいので、早くプレイしてみたいですね。
またスキル発動時に発生する演出はかなり派手で華麗なモーションによるダイナミックな表現は今までの艦隊ものとはまた違った印象を受けますよね。紙芝居感がなくてやっぱり派手な感じの演出は見ていて飽きない。そして戦場となるフィールドは陸海空と3つのフィールドが用意されており、それぞれの戦場に適応する得た4機を編成し出撃する感じ。できれば人形や地形や天候によるギミック、吹雪とか落雷とか嵐とかそういうのがあるとさらに楽しみ方が増えそうなんですが、結構気になる部分ですね。また各機には属性があるため各属性をまんべんなく育成することで戦況を有利に運ぶことができそう。短期育成には限界がありそうな感じですかね。既存の艦隊もののような育成システムを踏襲しているようであれば完了まで〇〇分とかのリアル時間を要求するものや育成素材の入手探査、さらに各種兵装の強化、ステータスアップのための施設建設、親密度などそういった要素もありそうなので、踏襲している場合はやり込み要素としては十二分にあると思います。というかありすぎて困ってしまう。一気にどうのこうのできない部分もあるので、コツコツ時間をかけてのんびり楽しみながら進めていくのが良いのかなといった印象です。またなんといっても戦闘外で自由にキャラを操作できる、これは嬉しい要素の一つですね。メカに登場しているシーンだけだとキャラよりメカが際立ってしまいがちで、キャラのみを自由に操作できることでキャラ愛ががぜん湧いてくる感じ。めでがいがあるってもんですよ。キャラのモデリングも結構よくできていて、これはセルルック 3D で表現されているんですかね。ちょっと分かりにくいんですがかなりよくできてますよね。どこまでの範囲を操作できるかは不明ですが PV では管制室内や格納庫での操作が可能な感じ。他のキャラなんかとの交流もできたりするんですかね。いや結構気になる。これで白兵戦なんかもあったら激アツですね。もうここまで来るといろいろな遊びの要素が出せそうですよね。機体カラーの変更やオリジナルのエンブレム、キャラの衣装だったりと考えるといろいろと出てきますが、どこまでできるのか期待したいところ。はい、ということで今回はかっこかわいい 3D 美少女陸海空メカ RPG エタクロニクルの紹介をしてまいりましたが、いかがでしょうか。現時点では推測の範疇を出ることはできないのですが、メカ美少女好きにはたまらないタイトルですよね。なんかフィギュア界隈が盛り上がりそうな作品ですね。そしてエタクロニクルの CBT の募集も7月20日から7月29日の12時まで行っているので、気になる方はぜひエタクロニクルの公式サイト、公式 Twitter、さらに公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。概要欄に URL を記載しておきます。チャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回はこの辺で、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。